誠の道を貫いて滅びゆく幕府に準じた新選組。彼らはある事件をきっかけにその名を天下に轟かせました。池田屋事件です。今なお多くの人々を引きつける新選組はどのような組織だったのでしょう。はいどうも皆さんこんにちは。今回は新選組と池田屋事件についてお話ししていきます。新選組というと漫画やドラマなどで見かけることもあり、今でもその人気は衰えていません。しかし中には名前は知っているけど何をした人たちなのかわからないという人もいるでしょう。今回はその新選組についてお話ししていきます。それではまずこの頃の情勢の振り返りから始めていきましょう。新選組が活躍したのは幕末と呼ばれる時代でした。幕末には大きく分けて2つの勢力がいます。尊王攘夷派と公武合体派です。尊王攘夷派というのは天皇の下に集結し攘夷を行おう、つまり外国を打ち払おうという考えを持った人たちで、公武合体派というのは朝廷と幕府の力を合わせて日本を強くしようという考えを持った人たちです。この頃優勢だったのは尊王攘夷派。日本全体で外国人を追い払おうという考えが流行していました。しかし尊王攘夷派は外国人を追い払うために人斬りや暗殺などのテロ行為を行ったので、幕府としては取り締まりに手を焼いていました。特にそのようなテロ行為は京都で多発していたのです。さてそんな状況で将軍に就任していたのが徳川家茂という人物でした。この家茂は尊王攘夷派から手紙を受け取っており、外国をぶっ潰す計画を立てるために京都に来いと言われていました。しかし先ほども言った通り、当時の京都は超危険地帯。そんな場所に将軍が出向いて殺されでもしたら大変です。なので幕府は京都の治安を回復しなければと考えていました。こうして幕府は京都守護職という役職を新しく作り、京都の治安維持に当たらせるようにしました。要するに京都に今でいうところの警察みたいな組織を作ったということです。この京都守護職に任命されたのが松平片盛。この松平片盛が今回お話しする新選組の上司にあたる人物です。つまり新選組というのは京都で警察のような役割をした人たちということですね。さてそんな新選組ですが、おそらく最も有名なのは局長の近藤勇と副長の土方歳三でしょう。彼らが生まれたのは武蔵の国多摩。どちらも農民の出身でしたが、武士に憧れて剣術修行に励んでいました。この農民出身で武士に憧れていたというのがポイントで、彼らは農民出身であるがゆえに武士よりも武士らしくあろうとして厳しい隊の規律を徹底していくのです。そんな彼らにある転機が訪れます。将軍家茂の護衛の募集です。先ほども言った通り、この時の将軍家茂は京都に行かなければなりませんでした。そこで幕府はその護衛をする人々を募集していたのです。つまり幕府は江戸で浪士を雇って京都の浪士にぶつけようと考えたのです。この案の発案者は清川八郎という人物で、清川八郎は幕府側として働いてくれる浪士を募集していきます。近藤勇や土方歳三はこの浪士募集に応募したのでした。こうして江戸で結成されたのが浪士組です。こうして結成された浪士組はどんどん人が増えていき、約350人の浪士が集まりました。彼らの最初の任務は将軍家茂の護衛です。江戸を出発した浪士たちは京都へと向かっていきます。しかし浪士組が向かっている京都ではある事件が起きていました。木造強取事件です。先ほどからこの頃の京都では尊王攘夷派が天誅と称して人殺しをしており治安が悪かったと言っていますが、さすがにこの頃にもなると天誅行為もネタ切れになってきて殺す人物が見当たらないといった状態になっていました。ここで尊王攘夷派は木像を晒し首にすることを思いつきます。といってもただの木像ではありません。東寺院にある足利将軍の木像です。なぜなら当時の足利尊氏は後醍醐天皇に逆らった逆賊として嫌われていたからです。これに注目した尊王攘夷派は足利三代の木像の首を引っこ抜き、三条河原で晒し首にしました。もちろん木像なので人が死んだわけではありません。しかし足利氏は室町幕府の将軍です。要するにこれは
近々京都にやってくる将軍家茂に対して、将軍の首でも晒し首にするという尊王攘夷派のメッセージでした。さすがの松平片盛もこれには激怒します。これまで尊王攘夷派の意見に耳を傾けるなど、ある程度譲歩していた片盛でしたが、この事件をきっかけに厳しい取り締まりを開始。町奉行所に捜索を命令しましたが、なんと町奉行は尊王攘夷派からの復讐を恐れて、捜査に対して消極的です。その体たらくに松平片盛は呆れ返り、会津藩士を使って捜査に当たらせます。奉行所には任せていられない。新しい手立てを考えなければ、そう思ったことでしょう。浪士組が到着した京都はそのような状況でした。三条大橋を通って京都に入った彼らは、河原に並んでいる足利三代の木造の首を見て何を思ったのでしょうか。その後、浪士組は壬生村に到着。ここに宿営したので、浪士組はこれ以降、壬生浪士と呼ばれるようになりました。しかし、ここで清川八郎は驚くべきことを言い出します。我らの目的は幕府の下で働くことではない。真の目的は朝廷の下で働くことである。と言い始めたのです。実は清川八郎はゴリゴリの尊王攘夷派。清川八郎の真の狙いは、幕府の力で軍勢を集めて自分の活動の手駒を手に入れることだったのです。結局、清川八郎は攘夷活動のために直ちに江戸へ戻るぞと言い出したので、浪士たちは決断を迫られました。清川八郎に従って江戸へ行くか、従わずに京都に残るかです。こうして清川八郎に反発して京都に残った人々が、近藤勇や土方歳三、そして水戸出身の芹沢鴨といった面々でした。松平片盛はこの京都に残った浪士たちに目をつけました。奉行所には任せていられない。京都に残った壬生浪士を組織化して会津藩の下で働かせようと考えたのです。こうして芹沢鴨、近藤勇、土方歳三といった人々は会津藩の指揮下に入り、京都の治安維持活動、つまり人斬りや暗殺を行う人々の鎮圧を任せるようになっていきます。この時、壬生浪士組の内部では大きく分けて2つのグループがあります。芹沢鴨をリーダーとするグループと近藤勇をリーダーとするグループです。当時の局長は芹沢と近藤の2人という体制で、この頃はどちらかというと芹沢鴨の方が力が強かったようです。しかし、だんだんと彼らの間に対立が生じていきます。芹沢鴨は町人から金を強奪したり、女性関係に問題があったりと厄介な人物だったのです。これに危機感を持ったのが上司にあたる会津藩でした。芹沢はやばい。そう考えた会津藩は近藤と芹沢の対立を利用して、近藤勇に芹沢鴨の暗殺を命令、近藤勇は土方歳三らに芹沢襲撃を命令します。この時、芹沢は壬生浪士組の屯所である八木邸で寝ていたところでした。そこにやってきた土方歳三たちに芹沢鴨は暗殺されます。芹沢は泥酔していたので、枕元に置いていた刀を抜くこともできずに殺された。そう言われています。こうして芹沢グループは壊滅。近藤一派による暗殺でしたが、表向きの死因は病死として芹沢鴨は葬られました。こうして芹沢がいなくなったことで、局長が近藤勇一人の体制が確立。土方歳三は副長として京都の治安維持を行っていきます。この時に起こったのが8月18日の政変です。8月18日の政変についての詳細はすでに別の動画で話しているので、そちらをご覧ください。壬生浪士組はこの8月18日の政変で堺町御門付近を警備しており、その活躍を幕府から褒められました。こうして壬生浪士組はその働きを評価されて新選組という名前をもらうのです。こうして新選組が誕生し、市中見回り、つまり京都の警備が正式な任務となります。さて、8月18日の政変で京都を追い出された尊王攘夷派も黙ってはいられません。特に中心勢力だった長州藩は京都へ戻って勢力を挽回する計画を立てていました。こうして長州藩士を中心とした尊王攘夷派の志士たちが続々と京都に集まってくるのです。新選組は厳しくその行動を見張っていたのですが、そのような見張りの中である情報をつかみます。三条木屋町の商人である増屋喜右衛門、彼が尊王攘夷派とつながっているのではないかという情報です。増屋喜右衛門は表の顔は商人でしたが、裏の顔は尊王攘夷派の志士である古高俊太郎、つまり新選組が掴んだ情報は正しかったのです。こうして新選組は古高俊太郎を検挙、家宅捜索を行います。
するとその家の倉庫からは武器や火薬、怪しい書類などが大量に出てきました。こうして新選組は古高を逮捕、身分の屯所へと連行しました。最初は口をつぐんでいた古高も土方歳三の拷問には耐えられず、ついに計画を自白します。その計画の内容は、北風の強い日に京都の町を火の海にして反対勢力を殺害し、その混乱に乗じて天皇を誘拐し長州に移すという計画だったのです。事態は緊迫した状態でした。この計画を知った近藤勇はすぐにこのことを京都守護職と京都諸司代に報告。至急出動し犯行グループの捜索を開始します。出動待機場所は祇園町街所です。こうして祇園の町街所に集合した新選組は数少ない隊士を2つの部隊に編成します。1つ目は近藤勇の部隊、2つ目は土方歳三の部隊です。祇園町街所を出た両部隊は四条通りを西へと向かい、土方部隊は鴨川の東側を北上、近藤部隊は鴨川の西側を北上しながら潜伏している尊王攘夷派の捜索を行いました。怪しいと思われる場所をしらみつぶしに調べていったのです。しかし犯行グループはなかなか見つかりません。周囲を捜索していた近藤勇の部隊はついに三条通りに到着します。ここで目に入ってきたのがすぐそばにある池田屋でした。池田屋というのは長州藩御用達の宿です。前々から新選組はマークしていた場所だったでしょう。まず近藤勇は一部の部隊を表口と裏口に配置、逃げ道を塞いで突入します。池田屋の中にいたのはたくさんの尊王攘夷派。この時池田屋では古高が捕まったと聞いた尊王攘夷派たちによって今後の対応が話し合われているところでした。こうして起きたのが池田屋事件です。突入した新選組は逮捕しに来たことを宣言、抵抗をしたら切ると伝えます。もちろんですが尊王攘夷派もただで捕まるわけがありません。刀を抜いて応戦し、戦いの火蓋が切って落とされます。多くの尊王攘夷派は様々な手段で脱出しましたが、この事件により命を落とした尊王攘夷派もいました。やがて犯行グループの居所を突き止めたと聞いた土方歳三の部隊が到着。残った敵を追討したり、周辺で逃走者を捕まえたりしました。長州藩を中心に多くの尊王攘夷派が逮捕・殺害されるのです。守護職と諸司代の手勢3000が到着したのは戦いがほぼ終わった頃だったと言います。少数の新選組が多数の尊王攘夷派を捕まえたこの事件は京都を飛び越えて日本中に衝撃を与えました。こうして新選組はその名を日本に轟かせたのです。さていかがだったでしょうか。この新選組の活躍により今まで天誅と称して人斬りや暗殺を行っていた尊王攘夷派は逆に新選組の目を気にしながら京都に潜伏しなければならなくなりました。しかし争いは争いを生みます。新選組に同志を殺された尊王攘夷派は池田屋事件の知らせを聞いて生きり立ちます。こうして長州の急進派が大挙して京都に攻め込んでくるのです。ということで次の動画では金門の変についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。